紛争が絶えず世界最悪の人道危機に直面した国アフガニスタン。そんな異国の地で35年もの間人道支援を行い、アフガニスタンの人々から真の英雄と称えられた日本人がいた。医師中村哲先生。戦乱の中、アフガニスタンを襲った大干ばつによって人々は飢えと病気に苦しめられてきました。あなたが病気になった時に病院がなかったらどうしますか？水がない生活を想像できますか？今回は100の診療所よりも1本の用水路ごとアフガニスタンに命の水をもたらし、本当の平和を導こうとした日本人に迫ってみました。はい、皆さん What's up? バッパー翔太でございます。現在はアフガニスタン東部パキスタンの国境沿いジャララバードに来ております。ここはですね、聞いた話によると現在のタリバン政権と敵対勢力であるアイシスが始まった場所ということで、治安は不安定でいつ何が起こるかわからない緊張感の中なんですけど、2週間ですね、ほんまアフガニスタンで貴重な体験をさせてもらってね、前回の3本の動画をまずね先見ていただいてから今回の動画見てほしいなと思うんですけど、最後の動画にですね、日本人として旅人としてぜひですね中村医師を日本人の人々、世界の人々にシェアしたいなと思いまして、紛争が続くねアフガニスタンに平和の架け橋を作った日本人男性をですね今回追っていきたいなと思います。今回ねアフガニスタンに2週間ちょい滞在してのリアルな治安なんですけど、僕がね滞在した中では全く問題ないかなっていう感じなんですけど、今回今ねこうやって車見えると思うんですけど、車の下にですねよくね爆弾とか仕掛けられてそのまま爆発して亡くなるっていう事件が多発してるんで、車乗るときとかはですね友達がこのね車の中チェックして乗るとかね、そういったですね気をつけないといけないっていうのが普段の生活ですねかなりあるなっていう感じですね。でね、地元の人の意見はですね、アメリカがここにいた時よりタリバンがですね支配している方が治安はですねより安全ということで、地元の人はですねタリバンが支配している方が治安改善されているので好んでいるということみたいです。ジャララバードですね、ほんまにその物乞いでね子供がすごいです。聞いた話によると外国人一回も見たことないっていう感じみたいなんで、こんな感じでね子供がついてきてマニマニマニっていう感じでね来る感じです。僕にとってね貧困の子供たちがですねこう物乞いに来るっていうのが、これがビジネスなのかほんまに貧困なのかっていうのは分からないですよね。で友達曰くこれはビジネスやっていつも言うんですけど、いや難しい、その見分け方が。ほんまに貧困でもうお腹ね減って食べるもんないっていうのであれば全然ね食事分買ってあげてもええかなと思うんですけど、友達がそれはビジネスやからあげるなって言われるとって思ってしまうしみたいなね、複雑な気分です。中村さんとアフガニスタンの出会いは1984年に遡り、当時国際医療 NGO の医師として中村さんはパキスタンの都市ペシャーワルに派遣されたが、そこで出会った人々は故郷に帰っても医師も診療所もない戦乱の続く隣国アフガニスタンから逃れた難民たちだった。誰か他の人がやれば別に私がいる理由はないんですけど、やはり、見捨てちゃおけないからという以外には何も理由はないです。そうして中村さんはここアフガニスタンに診療所を開設し医療活動を始められたそうです。中村さんがね最初にアフガニスタンに来て人々を救うために作ったですね診療所がこの近くにあるんですけど、現在ですねアイシス系の支配によって、昨日もですね爆弾事件があって、安全上行けないんですけど、貧困が原因でね栄養失調などの子供も含め1日ね何百人の患者が訪れるですね小さな診療所だったそうで、現在はですね中村さんと共に診療所を立ち上げた方がですね貧しい人を見捨てないとの志のもと無料で治療を行っているみたいです。中村さんは診療所だけではなく、この地域にマドラサと呼ばれるイスラム神学校を開設しました。マドラサはイスラム層の育成だけではなく、恵まれない孤児や貧困家庭の子供に教育の機会を与えるイスラム社会には欠かせない場所なのですが、外国からはタリバンの温床と誤解され、空爆の対象とされるほどだったみたいです。わあ、すごい神秘的な静かなところですね。ここが中村さんが建てたモスクプラスマドラサだそうです。イスラムの信仰を否定的に扱われていた中、マドラサの開設は現地の人々にとって精神の解放そのものだったのかもしれません。ビスミッラヒルラフマニルラヒーム
فحملته فانتبذت そう、ここがですね、何個も部屋があるんですけど、貧しい子どもたちが勉強できるようにということで学校を建てたみたいです。昼まではですね、普通の勉強をして、で昼からコーランについて勉強するところでですね、ここで1000人の子どもたちが勉強するそうです。دا بیا راغی خپله دا کار یې وکړو ډېر پرمختګ یې وکړو دا بلاکونه جوړ شو جمعیت جوړ شو ښایسته کار یې وکړو ډېر توفیر یې وکړو فرق یې وکړو په دې سره دا بلډینګ شو دا هلته هسې ورکوټي ځای کې دا خلک د لګیا کار کې دا تېرېدو ورباندې ودرېدو چې تاسو دلته څه کوئ دوی ویل چې موږ دلته یو مدرسه دلته راوړو دوی ویل چې زه دا کار زه کوم تاسو ولس کوئ دوی ویل خلکو ویل وایي زه سبا راځم تاسو دلته غونډ شئ راغی دا کار یې شروع کړو چېで貼ってください。皆さん見てください。ポテトチップスの袋にさえ中村さんが映ってます。すごいな、それだけもうヒーロー神的な存在なんですよね。もうアフガニスタンの人々にとったら。アフガニスタンは世界で最も多くの難民を生み出している国の一つとして過去絶え間ない紛争や自然災害により難民は増加の一途をたどっていた。中でも支援を放棄され厳しい環境での生活を強いられている部族が現在もいるということで実際に訪れてみました。見てください皆さん、これ手作りでもうテンポラリーに作られてるんで、またね時が来れば移動するみたいです。ここがですねキッチンみたいです。すごいなこのキッチンも。でね、こう天井は布みたいなのね折ってある感じでですね、柱がですね枝の棒で作られてるって感じです。すごいな。わお。みんなですね、カメラもめちゃくちゃ珍しそうな感じです。もうカメラ見るのが初めてみたいです。イエス。で、ここはですね、鳥小屋だそうです。That's a chicken house. Where's chicken? Oh, there's a chicken. Oh, okay. ここにチキンがおるんか。なるほど。その他にもですね、牛とかあとヤギとかもいるみたいなんですけど、それがメインのインカム、なんですかね、それで支えてるっていう感じみたいです。でね、このね家には9人住んでるみたいで、今子供たちはですね近所の人たちが集まってる来てるっていう感じなんですけど、こっちはですね男性が住むところで、こっちはですね女性が住むところみたいです。نن ځکه څه نه زمین څه یوه خوا نشته دی نه غریبي څه نه خواري شته دا پردي ځکه ځمکه پراته وي پردۍ ځمکه دغه زموږ نه ده نه په افغانستان کې په ټول افغانستان کې میانه نه ده خلاص دغه سایه نه ده دا پردۍ ځمکه ده دا جګې ته یې وګوره روزانه نسته مقصد دغه بشیان دې غاړي کرتوال یې د ماښام ډوډۍ دې موږ پوره ډوډۍ د غرمې ډوډۍ مخ وتلې یو خواري تللې ستاسو خلاص ورته موږ ډېر سم ډوډۍ شي دي وچه ډوډۍ ماښام را روان دي ماښام کور ته راځي政府もですね極力こう貧困な人たちをこう手助けしようとしてるんですけど、あまりにも貧困の人たちが多すぎてもう賄えてないということで、今はですね口の人たちは、ほったらかしっていう状態みたいです。で電気もで飲料水もないですし、メディカルのサポートもないということで、病気してても病院に行けないということで、ねこのね家の中にはですね病気のめちゃめちゃちっちゃい子供がもう寝たきりで、そういう人たちが各家庭にいると。دا زموږ جګړې دا زموږ زندګي څه کوي دا د مجبوري په اساس کې په دغه کې واش پس درته وایي زه تاته دلته ډېر تنخوا درکړو یو دوه شپې په دالمر کې تېرې کړې ته به راته وایي ورور جان زما ژوند د خطر سره د مرګ خطر سره یوه شپه نه راسره کوي موږ مجبوري په اساس نه تاسو خپله سوچ ځان سره وکړئ نو موږ څه شو موږ ته چې کومک سوی دا خالي خیمې کومک لاره راسره ګوداګر د موږ په لاسو یې ګنډليいや今もですねもう40度を超える気候の中、もう子どもたちは水すらも飲めないという環境。いやほんまもう現実ですね。これが何とも言う言葉がないです。特にこの家の中にいる病気の子どもたち見たとき、
ネットの情報でアフガニスタンが世界最悪の国と呼ばれる理由については過去の動画をぜひ見てほしいんですけど、基本的に国民の 90% 以上が貧困、海外からの経済制裁や医療システムの崩壊などの様々な理由がある中、特に国民を苦しめてきたのが長年続いている干ばつによる水不足。枯れた農地に作物が育たず、農業国のアフガニスタンでは過去国民の3分の1の1100万人が食料不足に陥り、600万人以上が飢餓に直面していた。نه اوبه نه میلاویږي د چې کله اوبه نه میلاویږي ته خو د پټي ایسته هغه خوا پرېږده。大地は枯れ果て、水不足のため泥水を飲んだことによって赤痢などの感染病にかかり、脱水症状で命を落とす子どもたちが急増。中村さんの診療所には絶えず多くの患者が押し寄せた。この状況を打開すべく、中村さんは白衣を脱ぎ、大規模な用水路の建設を決意する。これはこの飢えや渇きというのは薬では治せない。病気の根源というのがですね、飯が食えない、栄養失調、汚い水というのがあるとすれば、これはやっぱりそっちの方に手を出すのが必然にならざるを得なかったということですね。中村さんが目をつけたのが、干ばつの中でも枯れることがなかったアフガニスタン有数の大河クナール川。中村さんが考えた計画は、クナール川を出発点に用水路を作り、乾燥地帯に水を送って最終目的地ガンベリ砂漠を目指すというもの。完成すれば乾ききった農地に緑を蘇らせることができる計画だったが、土木技術には全く無知だった医師の中村さんは、ゼロから河川工学を学び、水路の計画を練り上げた。 The success of this canal project as well as dam project over there is the key for our future. 2003年、水路の建設がスタート。田畑を蘇らすことに望みをかけた多くの農民に加え、日本からのボランティアが建設に参加。建設費用はすべて日本の NGO 団体からの寄付金で賄われ、働いた人々には日当が支給された。干ばつのために農業ができない人々にとって家族を養うための唯一の支えとなったみたいです。そして2010年、7年の月日を経て 25.5 キロに及ぶ水路は終着点のガンベリ砂漠に到着し、用水路が完成した。はい、ということで皆さんやってきたのが、ここがですね、中村さんが初めて作った用水路ということで、マルワリードっていうね、地元の言葉で真珠と言われてるみたいなんですけど、見てください。これが一番初めに作った用水路でございます。中村さんの用水路によって、かつては干上がって何も収穫ができなかった農地は緑一面の畑へと姿を変え、小麦やオレンジ、大根などの農作物が収穫できるようになり、人々は再び自然の豊かな恵みを取り戻すことができた。خلکو خښوی دی، مخکې بیروزګاري وه، کارونه نه وو، دا کانال سره د خلکو جون خښوی دی، ځمکې دي، فصلونه اخلي، زراعت حساب دی، ډېر خلک مشکله شوي دي، مشکله دي په دې کارونو باندې، او هېڅ مشکل نه دی. دې کانال سره د خلکو جون خښوی دی، ډېر خوشوی دی، دا کارونه ته ډېر دوا کوي خلک، او ډېر ترې نه خوشحاله دي. ټول افغانستان خلک خوشحاله دي.僕がね、今歩いてるところもですね、もともとは川やったっていうことで、こっちの山から向こうの山まで全部川やったんやけど、うまいこと川を分岐させて用水路を作ったと。なんでこの辺に生えてる緑もですね、もともとは川やったと。どれほどの規模やったか、どれほどの作業やったか、すごいな。川の流れが速いクナール川での工事は決して簡単なものではなく、何度も水路が崩壊したそうなのですが、中村さんは現地の人でも修復ができるように大型の機械を使わない日本の伝統的な治水技術を取り入れた。This is also 中村かな。用水路を見るとですね、日本の技術が使われたところもいっぱいあるっていうことでね、日本で見たような感じでね、この針金のやつとか絶対これ日本のやつでしょうとかね、いうのがあったり、用水路のこの敷居とかもね、日本であるなっていうようなやつがですね、このアフガニスタン、こんな遠い場所で見られるっていうのはすごい驚きですね。用水路の完成から間もなく、中村さんは用水路の最下流の荒野に新たな村を作り始めた。
用水路は定期的に管理をしなければ維持できないため、新しい村には自分たちが去った後にも長く用水路を使い続けてもらうための知恵が込められているそうです。ここはですね、用水路の横にある村っていうことで、ここはですね、かつてもう砂漠地帯で誰も住んでなかったところなんですけど、現在はですね、緑も蘇って人々がですね、ここにね暮らすようになったということみたいです。すごいですよ。ポテトもあるし、いや、こんなね土地がですね、水一つでこれだけ変わるんかっていうぐらいすごいです。بیا پلته ډېر کارونه کړي دي، کچاړه کې ډېر ښایسته لښتې جوړ کړي دي، کانالونه جوړ کړي، دلته پارک جوړ کړی دی، ګمبیري کې ډېر داسې شاړ ځایونه وو، ډېر ځایونه آباد کړل، پارک یې جوړ کړو، بوټي کرلي دي، غنم دي، جوار دي، هر څه ډېر ګټه ترې اخلي. اوبو ډېر ښه سیستم یې جوړ کړی دی، هلته لوکس دغه یې جوړ کړي دي، دا ډیمونه ورته وایي، ښایسته غټ غټ حوضونه یې جوړ کړي دي، د ډېر ځایونه غواګانو فارم یې جوړ کړی دی، شوده خرڅوي، مستې خرڅوي، ګني کرلي دي، دغه ماشینونه لګېدلي دي، ګوړه تولیدېږي، ګوړه ډېر دکانداران راځي، دغه راځي، تجاران راځي هلته. زمونږ شخصي نظر دا ده، الحمدلله ډېر ښایسته کار یې کړی ناکام مراد، او ډېر خوشحاله یې ترېنه، او هر څوک چې داسې کارونه کوي مونږ افغانان ښه راغلاست ورته.用水路によって65万人以上の生活と命を救った中村さんは、アフガニスタンの人々から英雄と称えられ、多くの人に親しまれ、新たな用水路の建設に取り組んでいた矢先、2019年12月、中村さんが何者かの凶弾によって倒れた。ここがですね、中村さんが亡くなった殺害現場ということで、去年ね、73歳だったそうです。गाड़ी उधरे दो डजे वो शो दलता हाँ गाड़ी वो डजे मंगवारे दो मंगो फल कार के मशरूफ मंगो न ले दो चिदा कसान सोगो या आगा सोगो सिर्फ बस दगा शे उड़ान दे शे आओ से。当時ですね、中村さんはセキュリティとともに2台の車でですね移動してたみたいなんですけど、何者かによって銃撃されて亡くなったということでですね、今回アフガニスタンいろんなところを旅して人々が教えてくれた情報としてはですね、中村さんが作った用水路を快く思ってない人たちの仕業ではないのかと。中村さんがね作った用水路はですね、パキスタンとアフガニスタンの国境沿いにあるクナル川からということでですね、この川は長年ですね、アフガニスタンとパキスタンとで揉め合った川ということで、領土の問題、この近くのねクナル川はアフガニスタン領土ですけど、下流に行くとパキスタン領土ということでですね、パキスタン側のね武装勢力によって中村さんは亡くなったのではないかとね言われているみたいです。ولا مونږ په ډېر زیات خپه شوو چې ډېر زیات دا کله د دې دغه نه خبر شو، ډېر په زیات خپه شو، او بس دا ظالمانو د وطن دښمنان چې څوک هر چا دغه کړی بس دا کار وکړو، او دا بس د ظالمانو د ملک دښمنانو د لاسه دا دغه واقع وشو. دا او د افغانستان ټول خلک پې خواشیني دي، خاص کر ننګرهار خلک ډېر پې خپه دي، دلته ډېر زیات خدمت کړی.中村さんが亡くなられた後も命の水は乾いた大地を潤し、広大なオレンジ農園の真ん中には人々の憩いの場所となった森ができていました。はい、ここはですね、中村さんが作った命の水が流れるジャララバードにある中村パークっていうことでですね、松の木とかもあって、日本とアフガニスタンがミックスされたような公園なんですけど、あそこがですね、中村記念塔ということで、昔はですね、あそこにね中村さんの肖像画があったんですけど、現在ねタリバン政権、偶像崇拝禁止っていうことでそのね肖像画はなくなったんですけど、今回ですねアフガニスタンでいろんな人にですね、日本人出身って言ったら中村ということでですね、日本人とアフガニスタンは兄弟やとね言ってくれる人ばっかりやってね、中村さんがどれだけのことをして、どれだけの人々を救って、どれだけねアフガニスタンに光を与えたのか、一人の人間、一人のね日本人としてほんまリスペクトな心でいっぱいですね。はい、ここがですね中村さんの名前がついたスーパーマーケットでございます。Why did you make a Nakamura name? Actually, during 2020, we constructed the Nakamura superstore. At that time, Nakamura was killed by unknown people, and he delivered several volunteers
services for the Afghan peoples, just to remember and alive his name for long time. So that's why I name my business in the name of Nakamura Superstore. 今もアフガニスタンの人々に愛されている中村さんが好きだった言葉があったそうです。一宮を照らす。あまり目立たない片隅を光を当てて明るくする。一人一人が自分のいる場所で自らが光となり周りを照らしていくことこそ私たち本来の役目であるということ。その意志は現在も異国の地アフガニスタンで受け継がれ、人々の心に希望の光を照らしていました。He is a hero. Yeah, he was a hero. Nowadays, some of his projects are uncompleted. Yeah. So, and we hope and we request from the Japan government and from the Japanese people to continue his services, the Nakamura services that benefit a lot of the Afghan communities. Thank you for the coming and send our positive message, and thanks to all Japanese nation, and we will remember Nakamura for long life. Giliwalo! まあみんなほんまなんですか、すごい笑顔がもう素晴らしくて、でもやっぱアフガニスタンで何がやっぱ一番大事なのかなって、なんかやっぱりこのセキュリティ、子供たちが一番安全に生活できる世界、これがやっぱり一番重要なこと。安全のためにタリバンもいろいろね規制があったり、まあそれらも子供たちを守るためのもの、貧困に関しては食べることは何とかできる。そのアフガニスタンは特にこうみんなでシェアするっていうのがものすごいあるんで、一人が食べ物持ってたら10人にみんなシェアして食べるみたいな社会なんで、でもこの戦争紛争っていうのはどうにもならない。タリバンの今政権があることによって安全がね守られてる。このタリバン政権の前、アメリカがこのねアフガニスタンにいた時はこんな感じでね、子供たちは外にも出れなかった状況だと。だからそれだけ戦争紛争っていうのは人類にとって一番あってはならないことだなって、なんか彼らと接してて思いますね。今回でねアフガニスタン編最後になりますが、自分の目で見ることによって今まででね最も深く考えさせられ、一秒一秒がね最も心に残る国でした。動画ではねほんまにシェアできんかったぐらいのたくさんの学び、素晴らしい人々、文化、自然、冒険を与えてくれたアフガニスタン、最高でしたということで、皆さんアディオスアフガニスタン。現在も紛争が絶えないこの国で命の危機にさらされながらも人々の命を救い続けた中村さんが追い求める平和とは一体何だったのか。極端な話が、この今治安が悪いと言ってますけれども、泥棒に入る人だって強盗に入る人だって別にこの遊び金が欲しいわけじゃないんですね。家族を食わせるがために人のものに手を出したり、それから傭兵になって米軍の傭兵になったり、あるいはこのタリバン派反タリバン派の軍閥の傭兵になったりしてですね、食わざるを得ない、そういう事態は、やむを得ず、そうするけれども決して誰も望んでないわけですね。ともかく平和に家族がみんなに一緒に折れて、そして飢饉に出会わずに安心して食べていけることというのが何よりも大きな願いというか望みじゃないですかね。中村さんがアフガニスタンの人に繰り返し言っていったことがあったそうです。やられてもやり返してはいけない。命の危険があるのに反撃しないためには本当の勇気と忍耐が必要だ。平和には戦争以上の力があり、平和には戦争以上の忍耐と努力がいる。と